ブロンズセイントたちの必殺技。ペガサスのセイントの必殺技、ペガサス流星剣。ペガサス星座の13の星の軌跡を描く構えから毎秒100発以上の音速の剣を繰り出す。コスモが高まるほど剣速も増していき、極限まで高まると高速すら超えることもある。最も使用頻度の高い技であり、強敵相手との戦いではしばしば破られる。だがほとんどの場合、対戦中にコスモの高まりによって威力を増しダメージを与えるようになる。似たような技で一瞬のうちに数十発から数百発のキックを流星のように繰り出す技もあり、ギャラクシアンウォーズでベアー撃、冥界ではバレンタインとの戦いで使用した毎秒100発以上の音速の剣を繰り出すことは、一般的なブロンズセイントの打撃速度はマッハ1であるため、同じような攻撃はセイントなら誰にでも可能と言える。ペガサス水星剣。ペガサス流星剣の強化版ともいえ、分散して撃っていた流星剣を一点に集中して攻撃力を高めた技。シルバーセイントであるリザドのミスティとの対戦時にミスティの防御壁を破るべく編み出した一点に対するダメージは流星剣の100倍以上とも言われ、破壊力はペガサスセイントの技で最強と言っても過言ではないが、必要と思われる場面での使用率は低い。ペガサスローリングクラッシュ。リザドのミスティとの対戦時に決め技として初披露。相手を背後から羽交い締めにして高速で回転しながら空中に飛び上がった後、同じく高速回転しながら落下して相手を頭から地面に叩きつける大技。自分も一緒に落ちるため自らもダメージを食らうリスクがある。タナトスに仕掛けた時は落下中にテレポーテーションで抜け出すという方法で回避されてしまったため、セイヤだけがダメージを受けた。ドラゴンのセイントの必殺技、ロザン小流派。ロザンの大爆風をも逆流させるというドラゴン最大の奥義。完全燃焼させたコスモを込め、主にアッパーカットで強力な拳を放つ際に全身の力を込めるため、無意識に左拳のガードが一瞬下がり、心臓がガラ空きになるという弱点を持つ。体力の消耗が激しい時に使用するとパワーに耐えきれず全身の毛細血管が破れて血液が噴き出し死に至るという欠点も持つ。ドウコから授かった技であり、ドウコ自身も全盛戦時に使用している紫龍のセイントとしての代名詞でもあり、これを会得してセイントになるまで5年の年月を要した。開眼するまではロザンの大爆風をも逆流させるというのは天地の法則として不可能と泣き言を漏らしたが、その不可能を可能にするのがセイントと一括され覚醒した。決め台詞はドラゴン最大の奥義から始まり、紫龍にとっては終始最大の必殺剣である。原作、アニメ、ゲームいずれも昇龍のイメージが付加されている。ロザン龍飛翔。龍の闘気を全身にまとい、自らの肉体を拳と化して相手に突進する技。闘気のみを相手にぶつけることもできる。原作、アニメともに登場回数は少ない。ロザン百竜派。本来はドウコの技。蓄積したコスモを両手から無数の竜の姿として打ち出す。紫龍もハーデス12級編で復活したドウコから全教皇のシオンとの戦いの際に受け継ぎ、冥界の嘆きの壁前でこの技をスペクターの精鋭3人に放ち、2人を一度に倒した。ロザン光竜派。相手を羽交い締めにして全コスモを爆発させて超高速で飛び上がり、上昇時の摩擦熱によって相手を消滅させる技。しかし自分自身も摩擦熱に耐えきれずに死んでしまうため、ドウコより禁じ手として封印するよう命ぜられていた。カプリコーンの修羅に追い詰められた紫龍が起死回生の技として使用し、相打ちに持ち込んだ。この際に自身の間違いを悟った修羅がゴールドクロスを紫龍にまとわせたことで生還を果たしている。キグナスのセイントの必殺技、ダイヤモンドダスト。コスモで作り出した闘気をブローに込めて放ち、相手にダメージを与え凍結させる技。一騎との死闘の際には鏡のように変化させることで鳳凰玄魔剣を跳ね返したこともある。師匠である水亀座の神によれば、ダイヤモンドダストは最も初歩的な技とされる。また神は自分が氷河に授けた技とも語っており、実際に神自身もハーデス編以降で使用している。序盤でブロンズセイントのヒドラの1を倒し、暗黒セイントであるブラックスワンを圧倒するも、格上のシルバーセイント以上には通用しないことも多かった。ホーロドニース・メルチ。
オーロラエクスキューション体得前までの氷河最大の剣。ロシア語で冷たい竜巻を意味する。この技はコークスクリューパンチから陶器を打ち出すことで相手を巨大な陶器の竜巻で飲み込んで凍結させる技。ダイヤモンドダストが正ならこちらの技は銅に当たる。真上に打ち上げるアッパーカット型の剣。オーロラサンダーアタック。テレビアニメ版のホーロドニー・スメルチ。名前が分かりづらいという理由で改名された。ホーロドニー・スメルチの型とはアニメでは異なる剣であり、天空に霊気を込めたコスモを放ち、後のオーロラエクスキューションを彷彿させ、拳から最大限に高めた霊気を相手に向けて放つ。連続撃ちも可能であり、12級編でのミロとの戦いにおける会心の一撃の際には、原作でのホーロドニー・スメルチに相当するアッパーカットの剣で勝利となる一撃ではミロの生命点への連続攻撃の形で披露している。オーロラエクスキューション。本来は神の必殺技で両腕を水亀の形に組み合わせ、拳の先端から無限大の陶器を打ち出す。氷河もこの技を神との12級での戦いの中で体得し、ポセイドン編以降はこの技を最大の剣としている。カリツォ。ロシア語で輪を意味する。相手の周りに氷の結晶のリングを作り出し動きを封じる。その輪は次第に増えていく。テレビアニメでの名前は氷結リング。利用機会は少なく、ブラックスワンに対して使った以外はスコーピオンのミロに対し一時的に動きを止めるのに使用した程度である。ミロがカリツォを一払いで跳ねのけたのに対して氷河自身もさほど効果を当てにしていなかった発言をしている。フリージングコフィン。本来は氷の棺を作り出して人間を閉じ込める技。ゴールドセイントが数人がかりでも破壊不可能とされ、また陶器で破壊するためには絶対0度が必要となる。12級戦では神により2度この中に閉じ込められた。1度目はライブラのゴールドクロスのソードによって、2度目は自らの陶器により脱している。冥王ハーデス編で嘆きの壁において冥界三巨頭であるグリフォンのミーノスに対しこの技を標壁として足止めに用いたが、ミーノスの力の前には効果はなかった。凍結剣。アニメのみの技。通称シベリア仕込みの足封じ。相手の足元に滑り込み両足首を掴んで下半身を凍結させ動作を封じる。自分より体格で勝る相手に有効だが、コスモを完全燃焼させるために消耗が激しい上、無防備な背中を相手に向ける姿勢となるため、一気に凍結しなければ自分の身に危険が及ぶという弱点をはらんでいる。アニメ版で登場した敵ドクラテスやアスガルドのゴッドウォーリアーアルベリッヒに対して使用したアンドロメダセイントの必殺技ネビュラチェーン。両腕に装備している鎖で神話上のアンドロメダを縛り付けていた鎖を模したもの。鎖自体が本能を持っているため自在に操ることができる。また敵意を持つ者が触れると1万ボルトの電流に相当する衝撃を発して己を守る。普段は両腕に巻きついている鎖の働きに違いは見られないが、コスモを高めるほどに右手のスクエアチェーンが攻撃、左手のサークルチェーンが防御に対処する特性が強くなる。ネビュラチェーンの応用技としてマリーナ・スキュラの世に使用したグレートキャプチュアー、スパイダーネット、キャスティングネット、スパイラルダクト、ブーメランショット、ワイルドトラップなどがあり、その中でグレートキャプチュアーは使用頻度が高く、リュムナデスのカーサや地獄の番犬ケルベロスなどに使用されている。サンダーウェーブ。スクエアチェーンが稲妻のような形状に変化して、たとえ相手が何光年彼方にいようとも必ず追尾、攻撃する。追尾能力は高く、気配を消したり時空を隔てた相手にも攻撃できる。サガが操る空洞のジェミニのクロスに対して攻撃した際に初めて使用されて以後、重要な必殺技として使用されることが多くなる。ネビュラストリーム、ネビュラストーム。コスモによって相手の周囲に気流、ストリームを発生させ動きを封じる。気流は次第に強くなっていき、それとともに動きを封じる力も強まる。ピスケスのアフロディーテを倒す際に初めて使用された。なおも相手が抵抗する場合は気流は嵐、ストームへと変化し、猛烈な威力で相手を吹き飛ばす。最強の技であり、追い詰められない限り使うのを戒めているため使用頻度は少ないが、使用した戦いではいずれも劇的な勝利を収めている。フェニックスのセイントの必殺技鳳凰幻魔剣。
相手の心の中に潜んでいる恐怖心を増大させることで相手の神経にダメージを与え、幻覚や悪夢を見せて精神を破壊する。その威力はサガやカノンが用いた伝説の魔剣元老魔王剣に匹敵するほどで、この技で精神をズタズタにされた相手の体はほとんど力が残らない。威力を調節することで相手を操ったり自白させたりすることも可能。一度剣で攻撃を当てた後に幻覚が発動する遅効性の鳳凰幻魔剣も存在し、アウリガのカペラに対して使用した。なお富士山麓での戦いでは氷河に跳ね返された幻魔剣を一騎自身が浴びてしまい、デスクイーン島での忌まわしい記憶が呼び覚まされたものの、すでに精神は傷だらけであるとしてダメージは受けなかった。また釈迦には全く通用せず、逆に才の河原の幻影を見せられている。拳から放ったり指先から放ったりなど様々である。最初から精神が破綻している者には効かず、自ら精神と肉体を傷つけることで幻魔剣に耐え抜く者もいた。宝翼天将、コスモを最大限に高めた剣により、鳳凰の羽ばたきのような強力な烈風と渦を巻く炎を放って相手を吹き飛ばす技。フェニックス最大の技で威力は凄まじく、直撃させれば中堅クラスの敵は身にまとう防具ごと粉砕され、時には複数の敵を一撃で葬ることもできる。その一方で最強クラスの敵と対峙することが多いゆえに、その実力差からほぼ不発に終わることも多く、釈迦やサガには通用しなかった。最後まで動画ご視聴ありがとうございました。ご意見やご要望のコメント待っています。ではまた次の動画でお会いしましょう。See you next time.